注射に念動力の矢を装備させる方法が判明したので紹介します。念動力の矢とは AE で追加された矢で、撃ってもその場で留まり続けて、専用のパワーを発動することで発射されるという特殊な矢です。この矢を従者に持たせても、プレイヤーが撃った場合と同様に、パワーを発動するまでその場に留まり続けます。しかし NPC の中には、念動力の矢を普通に発射してくる者がいます。実はこれはプレイヤーが作れるものとは別の内部データに存在するもう一つの念動力の矢です。プレイヤーが作れる方の念動力の矢は攻撃力の表示は111となってますが、弓の攻撃力や弓術スキルによって強化されることがなく、118の物理ダメージで固定となっています。ですがもう一つの念動力の矢は、そのまま攻撃力111の矢として扱われて、弓の攻撃力やスキルによる強化が乗って、とんでもないダメージが出てしまいます。当然この矢を回収して使いたくなりますが、この矢はインベントリに表示されないので回収できませんし、他の矢のように攻撃によってインベントリに追加されることもないので、出現時にこの矢を持ってる可能性がある一部の NPC のみがこの矢を使うことができます。なのでプレイヤーにとってこの矢の使い道は元から持ってる NPC を獣人にして連れ回すくらいしかなかったのですが、この度ついに従者にこの矢を持たせる方法が発見されたというわけです。発見のきっかけになったのはこちらのマウンテン氏によるツイートです。このツイートではソリチュードの矢作り職人に念動力の矢が出現したことが報告されています。確かに条件を満たすと矢作り職人の棚に念動力の矢が出現します。この矢はプレイヤーが調べても拾うことはできませんが、従者に指示を出せば拾わせることができます。あとは戦闘に入れば装備して使ってくれます。この矢の攻撃力は絶大で、どんなに弱いキャラでも最強クラスの弓使いと同等のダメージを出せます。元から弓の適性が高かったキャラがこの矢を装備すれば、桁外れの大ダメージを与えられます。この矢を最も有効に使えるのはリークリング戦士です。彼らはエクストラダメージ 2.5 で弓の攻撃が強化されるので、巨人すら一撃で倒せるレベルの攻撃力になります。念動力の矢が矢作り職人に出現する条件は2つあります。1つはアルケイナイウムにある念動力の矢の調査メモを読むこと。もう1つはプレイヤーのレベルが12以上であることです。この2つの条件を満たしていれば確率で念動力の矢が配置されるので、矢作り職人に入る前にセーブして、もし念動力の矢がなかったらロードして入り直せば、そのうち念動力の矢が配置されるはずです。離れた場所で10日経過させれば棚のアイテムが復活するので、これを繰り返せば何人にでも念動力の矢を装備させられます。この場所は盗み判定になってしまうので、同義性が高い従者は指示を出しても拾ってくれませんが、投資家のパークを取得して500ゴールド払えば盗み判定が消えるので、誰でもこの矢を拾えるようになります。従者は初期弓を使ってる限り矢を消費しないので、1本持たせれば永遠と撃ち続けてくれます。もしこの矢を取り上げたくなったら、ロングボウを渡せば、普通に矢を消費するようになるので、すぐに使い切ってなくなります。一見強力な念動力の矢ですが、リスクもあります。一部の NPC がこの念動力の矢を受けると、なぜかプレイヤーと敵対して襲いかかってきます。ほとんどの従者ではこのような現象は起こらないのですが、セラーナや闇の一党の新人など一部の従者と召喚されたしもべや獣人が敵対してしまいます。しもべや獣人が再召喚すれば済む話ですが、セラーナや闇の一党の新人はエリア移動しない限り敵対し続けてしまいます。しかもエリア移動すれば確実に敵対が解除されるわけでもないので、これらの従者を連れ歩くこと自体にリスクがつきまといます。戦闘中なら味方からの誤射でこのような現象が起こらないことは確認済みですが、どんな不具合が起こるかわからないので、この矢を使う際は十分に注意してください。念動力の矢の調査メモを読まなければこの矢が出現することはないので、自分で使う予定がないならこのメモは読まないことをお勧めします。というわけで、念動力の矢を従者に持たせる方法の紹介でした。リスクはありますし、強すぎてバランスは崩壊してしまいますが、圧倒的戦力で無双したい方は、ぜひ試してみてください。私のチャンネルではこの他にも、スカイリムについて役立つ情報を発信しているので、興味があれば他の動画も見てみてください。その際はぜひ、フォロー、チャンネル登録、いいね、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。